惑星とか割っちゃったりとか。もう英才教育やん。簡単でいいんですか？オタクの一番ダメなところですよね。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。ちなみに忠成さん、これこの中で、あんまり優劣って当然つけれないかなと思うんですけど、なんかこう思い入れがあるプラモとかあったりするんですか？僕やっぱりイデオンですかね。あ、そうなの？いやこれだからね、さっきからね、もうそのキングジョーにしろザブングルにしろ、ガンダムにしろ、イデオンにしろ、これ忠成の世代じゃないはずなんですよ。これ僕の世代なんですよね。一回り違うじゃん忠成って。これなんでイデオンは？僕、さっきも言いましたけど、やっぱ引きこもってる時にイデオンとかも全部見てて、結構イデオンの映画とか見て、よくあるこの自分たちがこう乗ってるものなんだけどすごい強いんだけど、なんかめちゃくちゃ怖いのに乗ってるみたいな、そういう気持ち悪さみたいな、それとかっこよさみたいなところが結構好きで。これ発掘した異文化のロボットなんですよね。怖いんですか？これめちゃくちゃ怖いんです本当怖いんですは。結構惑星とか割っちゃったりとか暴走して、結構エヴァンゲリオンとかもそういうのあるじゃないですか。なんだかよくわかんないのに乗ってるみたいな、中に知らないこといっぱいあるみたいな。だからそれの結構ルーツかなみたいな。確かに確かに。あとこのね、このオールレンジ攻撃の青島文化教材さんのね、当時のね。そうで、この全方位ミサイルのこのエフェクトがもうめちゃくちゃお気に入りというか。これ SMP？ これ違います。違うのか。これ青島のやつか。そうです。SMP も作りましたけどね。あ、そう。このでかさとかも相まって。SMP これよりちっちゃい。ちっちゃいですね。これも半分ぐらいで。あ、そうなんだ。このプラモデルだと分かりにくいかもしれないですけど、このザブングルで17.8 メートルなんですよ。このガンダムが18メートルなんで、ほぼ一緒、100分の1でなんですけど、イデオンってこれでかいんだよね、設定ね。めちゃくちゃでかいですね。何メートルだったっけな。105メート105メートル。ル。でか。そうだから本当はこれ同スケールで並べたらこんなになるよね。っていう超巨大ロボなんですよ。これもちなみに3機4機だったっけ、ちょっと俺もあんまりはっきり覚えてないんだけど、メカが合体してこれになるんですよね。それはもう完全オミットなんですけど。ですよね。っていうかあれは完全変形を成し遂げたやつはそれも未だにないですよね。もう二次元の嘘で変形してるんで、これはもうプロポーション全振りのね、そうですね、モデルですよね。イデオンも見てたんだ。すごいな。キングジョーは？キングジョー、これセブンのセブンウルトラセブンの怪獣です。これはちなみにこれも4機の UFO が合体してこれになるんですよね。このキットもそれを一応再現してますよね。そのウルトラセブンに出てきたペダン星人が操るロボットなんですけど、これ馴染みは結構子供と一緒にウルトラマンとか見るようになった時に、なるほど、めっちゃかっこいいやんみたいな。それもしかして近年のウルトラマンに出てきたバージョンで見たってこと？近年にも出てきますし、いわゆるサブスクですか。ウルトラサブスクとかで。そういうので、ウルトラセブン見て。子供にウルトラセブン見せてんの？もう一緒に見てました。もう英才教育やん。このラインナップ見たらなんかすごい英才教育が施されてそうだなって。いいですね。意外となんか戦闘めちゃくちゃ泥臭いなと思って、キングジョーともね、びっちょびちょになりながら、びちょびちょになって子供さんと一緒に作ったりとかしてましたね。特撮コレクションという昔の海田裕二さんのパッケージアートのウルトラマンのプラモデルシリーズとかあったじゃないですか。旧キットの昔の？あれ作んの？それのゼットンとかウルトラマンとか、なんかプラモデル屋さん行ったら結構売ってたんで、そういうの一緒に作りましたね。あれのゴモラ作ったわ、塗ったわ。あれは頑張って。あれパッケージアートがなんか全部かっこいいんですよね。かっこいい。海田裕二さんが描いてる、見事なアートで。へえ。
あれ作るんだ。一緒に作りましたね。じゃあもう自分で作るようになってるんですか、子供さんも。いやもいくつ今？う中2なんで。ああ、じゃあもう自分で買ってきて作るぐらいのことはできる年齢ですが。いやもうそんなん一切。あ、そうなんだ。お父さんが新しいウルトラマンやってるけどって言ってもふーんみたいなみたいなウルトラマン切ない。オメガ見ないの。そうか。今グランドセフトオートずっとやってます。ゲームには引き込んだらね。旬でもです。いやいやいや、ゲーム遊んでいただいてたらね、我々の未来も明るいですから。そうか、こっちには来なかったんだ。来なかったですね。最初のおすすめキット何にしましょうか。そう。144分の1のリバイバルキットってことですか。俺も今それ頭に浮かんだんだよね。あれ、ただね、席に置いてなかった。置いてました置いてました。ねはちょっと持ってきてよ。はい、リバイバルバージョン。これがいかにその素晴らしいというかいうことをお話ししますとですね、さっき僕がお話しした、一番最初に作ったガンダム144分の1のガンダムなんですけど、まあある意味これなんですよ。でこれなんですけど、僕が作ったのは当時ものなんで成型色がもう白一色で、だからもうこう組んでいくと真っ白なガンダムが出来上がるんですよ。当時300円だったんですけど、でですよ、これは実は近年になって去年かな今年かな発売になったガンダムなんですけど、これはなんとこのルック造形自体は当時のガンダムのままというか、当時のその旧キットの形状を再現した上で、そこに今のバンダイのプラモデル技術の粋を込め、先ほどお話ししたまずスナップフィット、当然接着剤不要で組み上げられます。かつもう成型色が全てこの状態で作られてるんで、組むだけでこのトリコロールカラーのガンダムが出来上がるんですよ、この顔も含めて。で加えて昔のキットって、例えば太もものところなんかいわゆるモナカキットって言われてたんですけど、この2つのパーツをこうパカッて合わせて太ももを作るので、もうど真ん中にこの合わせ目が来ることになってしまってたんですけど、これは巧妙にそれをこう隠すというのか、うまくこう成形されてるので、組んでいっても見ての通りその合わせた場所が見えない作りになってるんですよね。ほぼほぼこういわゆる合わせ目がない状態なんですよ。太ももとかすねのところとか見てもらったら分かるんですけど、これ旧キットがあったらね、並べてみたら多分一目瞭然なんですけど、僕が作ったガンダムはもう真っ白で、腕とか足とかも合わせ目がバッチリ出てるやつなんですけども、これですよ、現代の技術で蘇った、だからこのリバイバルバージョンなんですよ。これのね発売には僕度肝抜かれましたよね。いわゆるあの時に欲しかった夢見たガンダムがついに手に入るんですよ。これ昔のガンダムってガンダムのその、箱あるじゃないですか。箱の横とか説明書とかに、作例の写真が載ってるんですよ。そのバンダイのプラモデル部制作部かわかんないですけど、そこがしっかりと用意したもう合わせ目も綺麗に消してある上にもうフル塗装している綺麗なガンダムの写真が載っていて、それでこう胸ときめかせて買って作るんですけど、現実は真っ白のパキパキのガンダムなんですよね。でも僕が欲しかったのはこれなんですよ。もう作例通りに綺麗に色が塗られてるガンダム。これが今僕ようやく54歳になって手に入ったんですよ。長かった、長かった。これは本当にこれは確かにね、最初に作るにはいい商品だと思います。すごく簡単です。すごく簡単な、これが一番大事。このね、簡単なんですよ。簡単でいいんですか。簡単でいいんです。まずはだって最初それからってね、もう簡単じゃないんだったら僕はもうリアルグレードをおすすめしちゃうところなんですよ。オタクの一番ダメなところですよね。早口になってこれめちゃくちゃすごいからって言って進めてもう瞬時に挫折させるっていう。
こう丁寧にちょっとこちら側に引き込みたいんで、まずはこれは非常にいいこう入門にはいいキットだと思いますね。しかもこのやっぱり1980年代ですかに作られたこのフォルムですよ。もう可愛いじゃないですか。なんといってもこのほっこりする温かみのあるガンダムなんですよね。これがだから並べるとちょうどいいですよ。これがこれはしっかり忠成が塗装してるガンダムですけど、これは本当に当時ものの100分の1のガンダムですよね。じゃあもうこれも並べましょうか。これが言ったら近代の解釈のガンダムですよね。見ていただいた通りすごくこう凛として立ってる姿だと思うんですけど、やっぱりこのね100分の1とこの144分の1で旧キットのこのほっこり感、この緊張してるのかなっていう立ち方ちょっと記念撮影慣れてないのかなっていうこの立ち姿がまたいいんですよ。この昭和がね、なんだかんだでやっぱアニメに似てますよね、雰囲気が。そうなんですよ。これね良くも悪くもバカ正直にアニメの設定画をこう立体に起こそうとしてるので、ポーズはちょっと緊張気味なんですけど、造形自体は実は結構当時のアニメにすごくこう雰囲気が近いというか、だからやっぱりプラモデルって作って楽しむ、でこの飾って見て楽しむっていうね、この2つをやっぱりね満足させてくれるっていう点ではこのリバイバルバージョンは実にいいと思いますよ。これ机に飾って見てたらもう本当に仕事で疲れた時にふっと見るだけでもなんかストレス値がスーって下がるんで可愛いなって癒される。癒される。これはぜひおすすめですね。どれぐらいで作れるもんなんですか？この一瞬ですか？これはねもう 1,2 時間もあればそんな簡単なんだ。できちゃいますね。じゃあ本当1時間かかんないんじゃないですかね。これ忠成さんの。そうです。ちょっと挑戦してみます。あと家に2つあるんで。2つ。じゃあ1個持ってきましょうか。いいんですか？なんで2つまだ2つもあるの？G3 用にしようかなとか。なるほどリアルカラーにしようかなとか。まずはもう単純にそれだけ作ろう、何もしないで素のまま作るっていうのと塗装用とG3 かな。なるほどね。そうなんです。僕これ作って自分の机に今飾ってるんですけど、僕の家にもその見組み立てのやつが2箱あってですねこれねつい見ると買っちゃうんですよ。プラモ屋で見るとね買っちゃうこの吸引力があるんですよね。1個はだから僕連れの三島にあげる約束をしてるんですけど、君も作りなさいと布教活動用にちょっとね買ってて、いくつあってもいいですか？いくつあってもいい。2箱家にあるんですけど、この間ヨドバシで山積みになってるの見て一回手に取ってちょっとレジまで行きそうになったけど2箱あるしなって、でもいいのかなこのまま置いてっていうちょっと葛藤がありましたね。手に持ったまま実は他の売り場もうろうろ見ていていくつか買おうかなって思ってて、めぼしいやつがなかったんでじゃあって言ってまた棚に戻しちゃったんですけど、そういう不思議な魅力があるんで、いやこれはつくももぜひ作ってこれちなみにね値段はねいくら1200いくらくらい。そんなもん。5000円ぐらいするんかと思ってた。ほらちなみにさっきお話しした僕が最初に作ったオリジナルの旧キットは300円だったんですよ。安い。それはもう成型色が真っ白でね、もうパチパチ組むやつなんですけど、これは結構ぎっしりしてて成型色も十分で、でも1200いくらって破格だと思いますよ。なんかセールスみたいになってる。回し物みたいに。本当ですね。お買い求めはこちらでみたいな。グランゾートっていう作品の主人公メーカー、左のグランゾートから始まって中盤以降パワーアップするんですよね。こんな話ザブングルでももっとしたかったな。